どうも皆さん、こんにちは。世界の今が一発でわかる週刊トレンドタイムズのお時間です。今週ピックアップするのは、世界がざわついた日本初エンタメトレンドベスト5、映画館、SNS、ファッション、そしてビジネスの数字まで日本カルチャーをめぐって地球のあちこちで笑い、歓声、そしてちょっと苦いニュースまで入り乱れた1週間でした。この動画では世界の日本関連エンタメトレンドベスト5をニュースサイトや業界メディア、各種報道、SNS などを横断的にリサーチし、日本語訳で整理してお届けします。お届けするベスト5はこちらです。1、世界興収1000億円を突破した超モンスター映画の真相。2、政治とエンタメがぶつかってワンピースの歌が途中停止、あゆのライブも中止の背景。3、令和にまさかの大復活を遂げた昭和生まれのぬいぐるみ、人気の舞台裏。4、世界中のオタクが千葉幕張に集結するビッグイベントの実態。5、数字で見る日本エンタメ輸出バブルの現在地。この5つのトピックを一気に12分で解説していきます。最後まで見れば、今世界から見た日本エンタメはこうなっているという全体像がスパッとつかめるはず。それでは行きましょう。週刊トレンドタイムズ世界の日本関連エンタメトレンドベスト5スタート。第5位、数字が物語るアニメ輸出バブル。日本コンテンツ市場15兆円超え。日本のコンテンツ海外売上ついに6兆円超え。アニメだけで2兆円超えの輸出モンスター産業に成長中。日本のポップカルチャーの今を語る上で外せないのがお金の話です。今週日本と世界のコンテンツ市場をまとめた最新データが公表され、ここまで来たのと業界がざわつきました。民間調査会社ヒューマンメディアの最新レポートによると、2024年の日本のコンテンツ市場規模はなんと15兆2602億円、前年比 3.9% 増で過去最大を更新。そのうち海外への売上は6兆円を突破。特にアニメは前年比 26% 増、約 2.2 兆円という伸びを見せています。さらに日本動画協会のアニメ産業レポート2025速報値でも、2024年のアニメ産業市場ユーザーが支払った金額ベースは3兆8407億円、前年比 114.8%。 海外市場は2兆1702億円、前年比 126% と国内よりはるかに高い伸び率。これ控えめに言ってアニメ輸出バブルです。ストリーミングプラットフォームでの配信権、世界各地での劇場公開、グッズやコラボ商品の展開、イベント興行。日本アニメはもはや1本ヒットすれば世界中からお金が入ってくるビジネスモデルへと完全に進化しました。 SNS 上でも推しアニメの新シーズンは自国ネットフリックス先行配信か劇場公開か字幕か吹き替えどっちで見るか問題など、もはや国境を越えて日本アニメ前提で語られる会話が当たり前になっています。この数字が意味するのは、日本のエンタメは国内市場よりも海外市場の方が成長ドライバーになりつつあるということ。つまりクリエイターも制作会社も最初から世界でどう見られるかを意識せざるを得ない時代になっているわけです。今回のレポート発表をきっかけに、業界向けのセミナーやビジネス記事でも海外配信を前提にした企画開発、海外ファンコミュニティとの長期的な関係づくりといったキーワードが一段と強調されるようになっています。この数字のインパクトは後ほど登場するあの超大ヒット映画にもがっつりつながってきます。第4位、世界オタク大集合東京コミックコン2025開幕。今年の世界のオタク史とは、千葉幕張東京コミックコン2025で日本と世界のポップカルチャーがごったに状態に。今週末 SNS のタイムラインを賑わせているのが東京コミックコン2025開幕の話題です。東京コミコンはアメコミ、ハリウッド映画、SF ゲーム、アニメ、あらゆるジャンルのファンが一堂に会する巨大ポップカルチャーイベント。今年は12月5日金曜から7日日曜の3日間、千葉県幕張メッセで開催されています。特徴的なのは、アメコミやハリウッド映画のファン、日本アニメやゲームのファンがごちゃ混ぜになって楽しんでいること。海外メディアもサンディエゴコミコンのスピンオフ的存在として注目していて、昨年は7万人以上を動員、今年はそれを上回る見込みと報じられています。特に今年のトピックは
ロード・オブ・ザ・リングのイライジャ・ウッドやショーン・アスティン、バック・トゥ・ザ・フューチャーのリー・トンプソン、ザ・ボーイズのジャック・クエイド、DC コミック界のレジェンドアーティストジム・リーなど世界レベルのゲスト陣が幕張に集結していること、海外ファンからすると日本アニメの聖地東京でハリウッドスターにも会えるという夢のようなイベントなんですよね。 X やインスタグラムでは日本勢の超ハイクオリティなマーベル&DCコスプレ写真、ハリウッド俳優のサイン会、ツーショット撮影レポ、ついでに秋葉原やアニメショップを巡るオタク観光ツアー動画が次々と投稿され、海外勢のタイムラインをジャックしています。東京コミックコンの存在は日本アニメとゲームだけの国ではなく世界ポップカルチャーの交差点だというイメージを強く押し出す役割も担っています。日本初の IP とアメリカ初のスーパーヒーロー、ヨーロッパの SF 作品、それらが同じフロアに並び、同じファンがどれも熱狂的に楽しんでいるこの光景、日本に行けば世界中のオタク趣味をまとめて味わえる、そんな期待値を世界に向けてグイッと引き上げたイベントと言っていいでしょう。第3位、モンチッチ大逆襲。 Z 世代のモンチッチ子やファッション旋風、昭和生まれの猿顔ぬいぐるみが令和の Z 世代の最終ファッションアイコンに大変身。今週ファッション&カルチャー系メディアで大きく取り上げられたのが日本生まれのキャラクターモンチッチの世界的カムバックです。10代20代向けメディアティーンボーグはモンチッチ is fashion's newest darling。 モンチッチはファッション界の新たなダーリンと題した特集記事を公開。内容をざっくりまとめると、1974年に東京の老舗玩具メーカー関口が生んだぬいぐるみキャラモコモコの体に人間っぽい顔、指しゃぶりポーズがトレードマーク。80年代に世界的ブームを経験した後、一度は下火に。ところが2025年 TikTok とインフルエンサーの力で大復活。特に決定打になったのが K-POP グループブラックピンクのリサがモンチッチを身につけた姿を SNS に投稿したこと。ラブブの次はモンチッチだとアジア圏を中心に一気に火がつきました。今ではバックチャームとしてぶら下げるベルトループにつけてストリートコーデに合わせるモンチッチ×ハイブランド風カスタム T シャツを作るといったモンチッチコアなスタイリングがシャオ本州、中国、TikTok、インスタグラムなどでバズっています。面白いのはこのブームが日本のキャラ×K-POP スター× SNS カルチャーという東アジア初の三位一体コラボで世界に広がっていること。日本のキャラクター IP はサンリオ、ポケモン、ジブリだけでなく、こうした第2、第3の懐かしキャラまで掘り起こされ、新しい文脈でリブランディングされているわけです。さらにモンチッチはハローキティとのコラボグッズ、各国のアパレルブランドとのカプセルコレクションなども展開しており、グローバルなファッションアイコンとして再定義されつつあります。昭和育ちの人にとっては懐かしいぬいぐるみ、 Z 世代にとっては逆に新しくてちょっとシュールで可愛いアイコン、まさに時間差攻撃型ジャパニーズ可愛いの代表例としてこの冬のポップカルチャー史にしっかり刻まれそうです。第2位、政治がライブを止めた日。中国で日本アーティスト公演が次々中止。浜崎あゆみの上海公演が前日に急遽中止。ワンピース主題歌がステージ途中で強制停止。エンタメの現場に国際政治の影が色濃く落ちる。今週世界中のニュースサイトと SNS で大きな議論を呼んだのが中国での日本ポップカルチャー冷え込み問題です。発端の一つとして大きく報じられたのがアニメワンピースの主題歌で知られる日本人シンガー大月真紀さんの公演中断事件。上海で開催されていたバンダイナムコフェスティバル2025のステージで大月さんが代表曲メモリーズを歌い始めた矢先、突然照明が落ち、スタッフに促される形でステージを後にしたと伝えられています。その後フェス自体も中止に追い込まれたと報道されています。また浜崎あゆみも上海公演が予定されていた前日に急遽中止が発表されました。浜崎あゆみはその後無観客の会場で歌唱する様子を SNS で発信し、ファンから称賛の声が上がりました。その他にもアニメ美少女戦士セーラームーンのミュージカルや映画クレヨンしんちゃんの上映、桃色クローバー Z の公演など様々な文化イベントが中止となっています。背景には日本の高市早苗首相が中国による台湾侵攻は日本にとって存立危機事態になりうると発言し、中国側が強く反発したことがあると報じられています。英シゾタイムズはこの事件を含む
一連の動きを日本ポップカルチャーに対する事実上の制裁として詳しくレポート。記事によれば J-POP シンガー、ジャズミュージシャン、アニメ関連イベントなど11月以降だけで十数件に及ぶ日本人アーティストの公演が中止延期されたとのこと。人気アニメ「働く細胞」のイベントまで延期になるなど、作品自体は政治色が薄いものも含めて影響が出ています。日本側アーティストも沈黙しているわけではありません。日本のエンタメニュースサイトでは、シンガー大黒摩季さんが自身の SNS で中国での日本人アーティスト公演中止の煽りを受けて、自分の海外の仕事も飛んだと明かしたことが報じられ、音楽ファンの間でも不安と怒りが広がっています。 SNS 上では、音楽やアニメまで政治の道具にするのは悲しい、中国のファンも被害者だ、それでも作品への愛までは止められないといった声が日中問わず多く見られます。この流れは日本エンタメのグローバル化が進めば進むほど、国際政治の波をもろにかぶるという現実を突きつけています。世界で戦うというのは、ただ市場が広がるという意味だけではなく、作品やアーティストが各国の政治外交世論の真ん中に放り込まれてしまうということでもある。今回の騒動はその象徴的な出来事として今後も長く語られることになりそうです。第1位、劇場版「鬼滅の刃無限城」世界興収1000億円超えの衝撃。日本映画史上初、無限城が世界興収1064億円を突破し、世界基準の怪物コンテンツであることを証明。今週の第1位はやはりこのニュースを外せません。劇場版「鬼滅の刃無限城」世界興行収入1000億円突破。日本初のニュースサイト日本 .com によると、アニプレックスの発表を受け、この映画が日本映画として初めて世界興行収入1000億円の大台を超えたことが正式に報じられました。具体的には2025年7月18日に日本公開、11月16日時点で世界観客動員8920万人、興行収入1064億円、日本国内だけでも379億円を突破し、前作無限列車編に肉薄。11月14日には中国公開もスタートし、そこからさらに数字を伸ばしているとされています。もはやこれはアニメにしてはすごいではなく、世界映画史レベルのモンスターコンテンツです。 SNS では中国公開初週の興収グラフ、日本映画として初の1000億超えを記念したファンアート、無限列車編との比較考察スレッドなどが各国言語で大量に共有されています。まとめ以上、2025年12月第1週時点の世界の日本関連エンタメトレンドベスト5をニュースサイト業界メディア、各種報道、SNS などから収集し、日本語訳で整理してお届けしました。中国での出来事も含め、日本のエンタメがただのサブカルチャーではなく、世界を動かす経済産業として再定義されつつある、そのダイナミズムのポイントを5つに整理してみました。1、産業としての成長、増え続けるアニメ需要と収益構造。2、体験としての拡張、劇場、イベント、体験型ファンカルチャー。3、グローバルな発信、海外配給、翻訳、海外クールの統合。4、多様性のブレンド、映画、アニメ、ハリウッド、コスプレ、ファンカルチャーが混ざる場。5、未来志向のビジネスモデル、配信、劇場、イベントの3本柱か。日本のエンタメが好きだけじゃもう足りない。今は世界を見据えたエンタメが当たり前になる時代。このチャンネルではこれからもこうした世界から見た日本の次の時代の波をキャッチして皆さんにお届けしていきます。もしよければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。次回も世界中の日本カルチャーの今をお届けします。お楽しみに。